雪溶けて村いっぱいの子供かな。だんだんと暖かくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は春告げようと呼ばれているメバルを様々な料理にしていきたいと思います。はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はメバルを調理していきたいと思いますが、今回は唐揚げ、タレくぐしというものを作っていきたいと思います。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身、その他の料理を解説を交えながら紹介しております。最新情報のお見逃しがないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、そして今回のメバル料理なんですが、全3回に分けているので、次回以降、刺身、そして煮付け、こちらも公開したいと思っておりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい。春告げようというのはですね、何もメバルに限ったことではなくて、他にはですね、この辺で有名な桜マスだったり、あと全国的にニシンだとか、桜鯛、サヨリ、白魚、あとサワラなんかですね。この辺だとサワラは、秋になるんですけども、一般的には魚辺に春なので、サワラも春の魚と言われています。はい、では下ごしらえの説明に参りたいと思います。メバルですけれども、この手のサイズ、だいたいですね、1匹あたり 200g ぐらいですかね。200g から 250ぐらいかな。このぐらいのサイズでしたら、まず鱗から取るんですけれども、鱗取りでやらずに、出刃包丁なんかでやると早いですし、簡単です。あと、鱗がですね、大きいサイズのメバルよりも細かくなりますので、包丁の刃先なんかを使ってね、鱗を取るとすごく取りやすいです。そして鱗を取ったら、エラを取ります。エラを取って、その後ですね、つぼ抜き、いわゆる内臓を取り出すんですけれども、これはですね、人によってやり方が違うのですが、腹のちょうど肛門のところに切れ目を入れて、そこから内臓を取り出すという方法もあります。この方がね、結構簡単なんですけれども、お分かりの通り、ちょっと見た目がよろしくないというか、切れ目が入るので、焼き魚にしたりとかするとですね、ちょっと傷がついてる状態になります。それが嫌な方は、私がやっているように、エラの隙間からささらを入れて内臓をかき出してください。はい、こちらが下処理したメバルになります。1本を刺身、1本を揚げ物、1本を煮物にしようかなと思っております。こんな感じです。見つけたんだけどめちゃくちゃでかいっていうね。太さこれかね。こっちかな。さあ、それでは唐揚げにする前に粉をまぶしていきましょう。粉はですね、いつものように小麦粉と片栗粉半々にしております。背びれに粉をつけるときはほんと気をつけてください。メバルの背びれは指に刺さるとめちゃくちゃ激痛が走って本当に痛いですし、後ですごく腫れますので、粉をまぶすときはより注意が必要です。もしね、見た目そんな気にしないよって方でしたら、初めにですね、背びれなんか包丁で落としてもいいかもしれないですね。はい、そしてですね、やはり料理屋ですので、かっこつけてですね、踊り串にしてそのまま揚げたいと思います。喋ってみます。喋ってくれたらまた使うから。いやー、ジョニー、今回は何をしてるんだいいやー、ボブ、久しぶりじゃないか。今日はクッキング動画を撮ろうと思ってね。なんだい、ボブ、YouTube でも始めようってのかい二人の掛け合いになって結構走っちゃう。もうそれだけで一本取れるよ、YouTube。はい、失礼いたしました。では気を取り直して揚げていきたいと思います。いいよ。何洗ってっていいから。邪魔するんだよね。
あ、めっちゃうまそう。いや、この音聞きながらで酒飲めるわ。うぜえ。こうやって伊藤君に邪魔されながら無事にあげることができました。いやー、どう作ろう。結構でかいんだよな、でも。よいしょ。ありがとうございます。どういうこと登録していいのかな。はい、いいですね。こういうことですか？こういうことか。こういうことか。ああ、こういうことだ。イメージ的には、こうよ。あ、それ、あんこ用だったんですそうです。首にかけるのかなって。コスプレ用じゃないんだよ。こういうことでしょ。結構いいこと。がっちり、結構、がっちりだよ。いいじゃない。これであんこを処刑する。処刑する。これで悪いことした人を吊るすっていうね。いいじゃないですか。ああ、さっきよりいいんですか？勝ったな。これを近いうちやります。はい、では最後ね、タレくぐしにしていきましょう。もうね、タレくぐしというだけあって、本当にタレにくぐすだけなんで、非常に簡単です。揚げた身をですね、ボウルかなんかに入れて、そして、うちですとちょっととろみのあるね、甘辛いタレを使ってるんですけども、これをですね、もう豪快に一気に上からかけて、そしてですね、もうただただ味を染み込ませる感じですね。これはね、食べる直前にやってもらった方がいいです。そうするとですね、サクサク感も残ったまま、濃厚な味わいも楽しめるという。もうこれはね、万人受けする、誰でも好きな味です。ご飯のおかずとしても抜群にうまいので、ぜひ試してみてください。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。メバルの唐揚げタレくぐしいかがだったでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想などありましたらコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おっす。